外は少し寒いです。夕方、私は仕事の帰りに駅の前のコンビニに行きました。ドアの前に立つと、自動ドアが静かに開きました。中に入ると、明るくて暖かいです。いらっしゃいませ。店員の元気な声が聞こえました。店の中はとてもきれいです。パンや温かいおでんのいい匂いがします。私は入り口の近くにある買い物かごを手に取りました。最初に飲み物のコーナーへ行きました。冷蔵庫の中にお茶やコーヒーがたくさん並んでいます。私は冷たい緑茶をかごに入れました。次にお弁当を選びます。ハンバーグ弁当や魚のお弁当などいろいろあります。どれも美味しそうで迷いましたが、今日は幕の内弁当にしました。それから明日の朝ごはんのためにツナマヨのおにぎりも一つ買いました。お菓子の棚を見ると新しいチョコレートがありました。期間限定と書いてあります。私は甘いものが大好きなので、これも買うことにしました。あと、家にティッシュがなかったので、日用品のコーナーへ行きました。コンビニには何でもあるので、本当に便利だと思いました。カゴが少し重くなりました。最後にレジの横にある温かいコロッケも一つ注文することにしました。レジに行くと少し人が並んでいました。私の番になった時、店員さんにカゴを渡しました。いらっしゃいませ。店員さんが商品のバーコードを読み取ります。という音がします。お弁当は温めますか？はい、お願いします。わかりました。少々お待ちください。電子レンジを待っている間に店員さんが聞きました。レジ袋は使いますか？いいえ、結構です。自分のバッグがあります。お箸は一膳お付けしますか？はい、お願いします。お弁当が温まっていい匂いがしてきました。お待たせしました。全部で1250円です。私は財布を出してスマホのペイペイで払いました。ペイペイでお願いします。はい、ありがとうございます。スマホからペイペイという音がしました。私は自分のバッグに温かいお弁当と冷たい飲み物を丁寧に入れました。ありがとうございました。またお越しください。店員さんの挨拶を聞いて、私は店を出ました。外はもう暗いですが、街の光が明るいです。温かいお弁当を持って、早く家に帰って食べようと思いながら歩きました。コンビニはとても便利で大好きな場所です。コンビニを出ると冷たい風が頬に当たりました。先ほどまでの店内の暖かさが少し恋しくなりました。空を見上げると、雲の合間から小さな星がいくつか見えました。今日は本当に頑張ったなぁ。私は独り言を言いました。仕事で少し疲れていましたが、手に持っているエコバッグの中からお弁当の温かさが伝わってきて、少し元気が出ました。駅の前には、私と同じように仕事帰りの人や、塾が終わった学生たちがたくさん歩いています。みんな足早に家へ向かっています。大きな通りを外れて、静かな住宅街の道に入りました。
ここら辺は街灯が少なくて少し暗いですが、窓から漏れる家の明かりがとてもきれいです。ある家からは、カレーのいい匂いがしてきました。また別の家からは、子供たちの楽しそうな笑い声が聞こえます。みんな、それぞれの家で夜を過ごしているんだな。そんなことを考えながら、私は自分のアパートを目指しました。途中、公園の横を通ると、夜の散歩をしている犬と飼い主に出会いました。犬は嬉しそうに尻尾を振っていて、それを見て私は思わず微笑んでしまいました。ようやく自分のアパートに着きました。階段を上って、2階にある自分の部屋の前に立ちました。鍵を取り出してドアを開けると、静かな部屋が私を待っていました。ただいま。誰もいない部屋に挨拶をして、電気をつけました。部屋がパッと明るくなると、やっと安心しました。まず、コートを脱いでハンガーにかけました。それから洗面所へ行って、石鹸で丁寧に手を洗い、うがいをしました。これは健康のために毎日欠かさずに行っている習慣です。キッチンへ行って、コンビニで買ったものをバッグから出しました。ああ、お弁当はまだ温かい。よかったテーブルにお弁当と緑茶を並べました。期間限定のチョコレートとおにぎりは冷蔵庫に入れました。おにぎりは明日の朝のご飯です。テレビをつけると明日の天気予報をやっていました。明日は今日よりも少し暖かくなるそうです。私はテレビの音を BGM にしながら、ゆっくりと夕食の準備を整えました。いただきます。手を合わせて、幕の内弁当を食べ始めました。まずは、一番楽しみにしていた焼き魚から食べました。脂が乗っていて、とても美味しいです。次に、レジの横で買ったコロッケを一口食べました。外はサクサクしていて、中はホクホクのじゃがいもが入っています。やっぱりいい。コンビニのコロッケは最高だな。温かい緑茶を飲むと、体の芯からリラックスしていくのを感じました。一人で食べるご飯も、お気に入りのお弁当があればとても楽しい時間になります。お弁当を全部食べた後、私は温かいお風呂に入りました。お湯に浸かると、一日の疲れが溶けていくようでした。お風呂から出て、パジャマに着替えた後、少しだけさっきのチョコレートを食べることにしました。口の中で甘い味が広がって、とても幸せな気分になりました。明日は金曜日だ。あと一日頑張れば休みだ。私はカレンダーを見ながら、週末の予定を考えました。今日は特別なことは何もなかったけれど、美味しいものを食べて、暖かい部屋で過ごせる。それが一番の幸せだと感じました。私は電気を消して、ふかふかの布団に入りました。目を閉じると、すぐに心地よい眠りがやってきました。